皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、中国経済に異常ありと見出して、世界各国から中国に対する投資が落ち込んでいるよというニュースについて取り上げようと思います。これまで中国経済に莫大な不良債権問題が存在し、中国国内の消費を冷え込ませており、この状態はいずれもっと深刻に尾を引くだろうというお話をしてきました。これは何も私の妄想話ではなくて、ビジネス界においてはそのような認識というものがより強く広がっています。それでは早速、中国経済に異常ありとみなして、各国の企業がどのような動きをしているか、そのことがありありと見えるニュースから見ていきましょう。中国への直接投資 82% 減、外資離れ30年ぶり低水準。中国国家外貨管理局が18日公表した2023年の国際収支統計によると、外資企業による直接投資は前年比 82% 減の約4兆9000億円だった。新規投資が落ち込んだ上、撤退や事業縮小による資金回収の動きもあったとみられ、30年ぶりの低水準となった。こちらが中国への直接投資額の推移。2000年に入って以降の中国は世界からの投資を呼び込んできました。世界の工場として多くの企業が中国へ進出し、合弁会社などを立ち上げて生産拠点を数多く築いたからです。また、中国国内でのビジネスにも積極的に乗り出しました。それによって中国への直接投資額はコロナ禍においても非常に堅調だったことが見られ、2021年に最も高くなっています。しかし、その後の習近平政権による政策的な締め付けが一気に中国国内への投資意欲を削ぎました。2021年から比べてみても、2022年は半減近く、そして2023年はまさに悲惨な状況とも言えるほどに直接投資が減少しています。地政学的リスクの高まりや改正反スパイ法の施行を受け、外資企業の投資意欲が減退していることが鮮明となった。2023年7月から9月期は資金の流出額が流入額を上回り、統計を確認できる1998年以降で初のマイナスとなった。10から12月期は175億ドルのプラスに転じ、通年でもプラスを確保したものの、ピークの2021年と比べると約1割の水準まで落ち込んだ。半導体などの先端技術をめぐり、アメリカ主導の対中輸出規制が強化されているほか、中国国内では国家安全を重視する観点から経済活動への締め付けが厳しくなっている。長引く不動産不況を背景に中国市場の成長力にも陰りが見られ、外資企業は中国への投資に慎重になっていると見られる。以前の世界経済についてのお話をした時にも話しましたが、中国に代わるような新興国としてインドの存在があり、さらにはインド以外にもインドネシアやブラジル、ベトナムなど様々な国が次の成長が期待されています。もちろんそれぞれの国にはそれぞれの問題があり、必ずしも一気に中国に成り代わるような急成長を遂げるわけではありませんが、少なくとも今まさに中国国内の市場が冷え込んでいるぞといったところから、今中国に対する投資意欲が湧かない状態であり、中国への直接投資が大幅に減少しているのは当然の流れだと言えます。こうした流れを作り出しているのが、そもそも習近平国家主席による政策の失敗だと見られていることも大きく、自然にこのような話になったわけではなく、人為的に中国の国内景気が冷え込んでいる。この状態は改善方向ではなく、これからもまだまだ悪化すると見るべきでしょう。もちろんそのようなことは中国自身は言っておらず、欧米で行われた経済フォーラムであるダボス会議においては、中国の経済状態は今がそこで、むしろもうこれから先は持ち直してさらなる発展をもう一段階成し遂げるのだといったような話をしています。欧米の金融経済アナリストらはこのような中国の発言に対して全く信用しておらず、だからこそ投資家や企業向けの分析レポートなどには中国への投資に警戒するような話なども出ています。このような中国の状況と明暗を分けているのが日本の状態だと言えるでしょう。東証時価総額がアジア首位、中国経済の減速、上海を逆転。東京証券取引所に上場する株式の時価総額の合計がアジア首位となったことが19日分かった。2020年7月に中国の上海証券取引所に抜かれて以来、3年半ぶりの返り咲き。中国経済の減速を受け、海外投資家を中心に資金の流入先が中国から日本へ転換し、逆転につながった。国際取引所連合の統計によると、1月末時点で東証を中心とする日本取引所グループの
約950兆円に対し、上海はそれを下回り、東証は世界4位に上昇した。野村証券のストラテジストは、背景を不動産不況の悪化で中国の景気が悪い上、政府による IT 企業などへの規制強化で投資家に不安が広がっていると分析する。米中対立など地政学的リスクから中国は外したサプライチェーン構築の動きもあり、投資対象として厳しくなっていると見る。こちらが東証の株価、代表的な指数である日経平均の1年の動きです。日経平均は今、バブル期並みの高さにあります。ただし、上場している企業の中には増収増益を繰り返し、バブル期よりも明らかに企業体質としては良くなっています。また、日本経済全体で言っても今は円安の状態にあります。上場企業の中で円安で特に利益を得る、例えば自動車産業などは非常に好調な業績を記録しており、トヨタ自動車は時価総額が50兆円を超えるなど、改めて見直し買いが進んでいます。国際的な評価であるとか企業の動きといったものはなかなか私たち一人一人個人の生活には結びつくまでに時間がかかります。例えば日経平均が非常に上がっていますよ。だからといってみんなの生活が良くなりましたかと街頭インタビューをした場合において、ほとんどの人がなかなかその実感は湧かないといったことをお話しされるでしょう。ただし、数値的に言えば日本の景気は全く悪くはありません。上場している企業たちは増収増益を繰り返していますし、また大企業だけではなく中小企業を中心として見た場合においても、新卒採用者などは非常に好調で、韓国や中国のように新卒の人はほとんど就職できないなんていう状況とは全く異なります。むしろ就職内定率が非常に高く、人手不足の方が叫ばれるくらいです。人間がどれだけいたとしても、企業の業績が悪ければ、そもそも人を雇わないものです。今いる人員だけで企業を回すので十分で、しかもそれよりもさらに景気が悪くなれば、従業員を新たに取るどころではなくて、リストラを進めるようなことになります。日本の今のニュースを見ていた場合において、次々とあそこの会社もそこの会社もリストラをしているなんていう話はありません。むしろ、ほとんどの場合において、業績が好調な企業であればあるほど、もっと人を取りたいんだけれども十分に人が集まらないという話をしています。また、輸出型企業にとっては円安であるといったことが武器になるわけですが、同時に私たち国民にとっては円安イコールそれで利益になるわけではありません。というのも、日本の場合だとエネルギー資源はそのほとんどを海外から輸入していますから、円安になればなるほどエネルギー高になりやすいですし、またエネルギーが高くなるということは電気代だけではなく物の流通などにもコスト高をもたらすものですから、日常生活の中で直接値段の上昇を感じやすい食品類などにも値上げの波がやってくることとなります。ですから経済的な指標としては良かったとしても、それが国民の豊かさにつながるためにはもう一歩政策を進めるときというのが今の日本経済に対する評価でしょう。しかし少なくとも中国のような非常に問題のある状態ではなく、全体としては良いんだけれどそれが国民生活につながっていないというこの一つの輪が抜けているような状態を何とかしなければならないというのが今の日本政治だと言えるでしょう。一般的に景気が悪ければ悪くなるほどその時の政権は国民からの非難にさらされるものです。しかし全体状況としては悪くないにもかかわらず、今の岸田政権の政権支持率は非常に低い状態になっています。例えば直近では政治家たちの裏金問題に対して結局のところ検察も税務署も動かないといったことが起こり、一方で国民は今確定申告の時期を迎えていて、税金はしっかりと支払いを求められています。政治家たちは細部までその税金の支払いをしないにもかかわらず、一方で国民にだけは厳しく当たられるというこの現状を見れば、今の政権支持率が低いのも仕方がないでしょう。中国経済がまさに習近平政権による失策によってつまずいている中、本来であれば日本の経済力を立て直し、日本人の多くが景気が良いことを実感できるような政策というものを打ち出さないと、あのひどい習近平政権と大して変わらないという評価を下される今の日本というのも国民にとってはとても辛い状況だと私は思っています。皆様、今回のニュースを聞かれてどのようなことを思われたでしょうか。中国経済は今非常に問題を抱えています。一方日本では経済状態はそれほど悪くないにもかかわらず、国民の多くが
現状に多くの問題を感じ、そして生活苦にあえいでいます。政治が経済の足を引っ張っているのは中国も日本も同じように感じてしまうのは間違いになるでしょうか。皆さんはどのように考えられるか、ぜひともコメントしていってください。それでは動画最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。そして動画を見よったら評価ボタンのクリックとあなたの感想、コメントよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。